賀県大津市の王子山ランプというところを出口出てまいりました。今から向かうというところが比叡平っていうニュータウンがあるんですね。そちらの方っていうのがなんというかちょっと山の中にポツンとでっかいなんか集落が現れたみたいなところなんですけども、今回その集落というかニュータウン行くわけ、行きますけども、そこ行くまでの道中がなかなか厳しいものがあって、で普通で行くならば山中越えっていうところへ行くんですけど、今回は裏道の方を通って行ってどのような道になるか見てみたいと思いますのでよろしくお願いします。大津市は大きい県庁所在地になるんですけども、そのなんていうのか本当山の上にあるんです。それが1960年か70年ぐらいに造成されたんですってね。でそこがでっかい住宅街で、有名なお笑いタレントさんの出身地でもあるそうなところで結構人も多くて、そこの比叡平だけでも小学校があるのかな、それぐらいのとこなんですけども、で普通はその県道の方はそこは橋屋さんでは結構有名な峠でしてね、山中越えって言ってもドリフトのメッカみたいなとこだったんですけど、そこはそこでそういうドリフトできるぐらいのぐねぐね道ではあるんですけども、それでもここの道よりは全然マシだと思うんですね。でここからその比叡平へ行くって人もなかなかいないかもしれないですけども、そこはあえて私のこのスタンスとしてはこちら側から行こうっていうやばいとこそうなとこから行こうと思っております。はい、早速なんか来ました。結構通るのはもしかしたら比叡団地の人ってここ通るのかな。あとこの先にその王子山カントリークラブっていうのかな、ゴルフ場があるそうなんです。その関連もあるのかもしれません。滋賀県で2番目にできたようなカントリークラブだということを聞いております。さあではその比叡平へ行くまでの道、この道自体の終着点までもちょっと行きたいんで、それも探索です。でここは、県道というか市道みたいですね。ですけどこう人通りが多くなおかつ狭いとなるとね、取れ高的にはいいかなと思いますし、このうっそうとしたこの谷の中を走っていくのもなかなかおつなもんでございます。私のチャンネルにふさわしいかなと思っております。で視聴者さん情報でこのてっぺんにね京都市営バスのハイバスが2台転がってるらしいんですよ。でそれを目的に僕は行こうとして調べてたんじゃけど、どうやらそこは私有地内みたいで入れないんですね。なんで今回はそのハイバスは無理かなと思います。もしかしてねあわよくば見つかったらラッキーかなと思ってますけど、多分それはないと思いますんで、さすがに私有地侵入まではできませんのでね。左へ行くとそのゴルフ場です。で私はこちらの方をまっすぐ行きますね。で京都市内北白川方面行けんのここから。ということでカーナビで見るとすごい緑の中ゴルフコースの中のど真ん中を走っていく形になるみたいですね。もう走っていきます。すごい、まるでゴルフカートになった気分。すごいね。なかなかゴルフ場目の前で見ることないよね。初めて見たんじゃないの。バンカーでこれ、前情報で一応ストリートビューで確認はしてきたんですけど今回ね、ただちょっと予想以上にあれですね、狭く結構気を使う道ですね。怪しいゲートが現れましたよ。なんやこれ。大阪国際空港って書いてあるぞ。今はなき。ちょっと見てみよう。登ってまいりまして、こっちは脇道があるんですけどもね、これ立ち入り禁止、結構鉄条もあって、なんで今頃大阪国際空港地は今でいう伊丹空港ですね。すごい古い書き方がありますけど、この上
地図を見るとね、この先行くと京都の大文字山に行くんじゃないかな。でその途中に多分ね、これおそらく大阪国際空港のそのレーダーの施設でもあるんじゃなかろうかと思います。その道なんでしょうね。まあ侵入しようもんならテロ扱いになると思いますんで行かないでおきましょう。ただ道地図では載ってるんだよね。載ってますけど、その先には、画像にあるようにおそらくレーダー施設じゃないかなと思います。狭い道、先ほど、ノートの人が走ってきましたけど、やっぱこんな道ありながら結構来るんですね。ただ対向車来たらやばいよねこれね。そうやな。これはだって退避所だね。退避所がないんだよね。いろんなゴミが吸ってあります。もうなんか洞窟があったぞ。今なんか洞窟があった。おにぎりさんが洞窟を見つけました。ただね、ここ止まれないんだよね。入りたいけどちょっとこの狭い道で止まれないんで。うわー、穴です。何の言われもない穴やと思うんですけど、洞窟っぽいのがありました。ただ止める場所が来なくてね、こういうとこ止めても、いや止めるとこう大変じゃないからさめちゃめちゃ俺怒られるパターン。左も山道か、こういうとこ止めてもいいけど、まあいいや。そこは誰か情報を求めます。この絵がいいななんだろうそして比叡平へ向かう道とこの道のどん突き当たりまでもあるんですけども、とりあえず比叡平側へ行かずに、なんか自転車来た。この変わった道の終端を目指していきたいと思います。路肩注意ですからね。怖えそしてここで分岐点ですけども、まっすぐは比叡平ですね。で左へ行きます。比叡山グラウンドとか、ペットレーン、ペットレーンとか。はい、じゃあここから先がちょっとした謎道。その市営バスのハイバスがこの先にあるらしいんじゃけど、それの脇道にあるんですね。だからそこは見れないと思うんですけど、これは家というかなんか現場の倉庫かな。セコムの看板が出てます。でこの右あたりかな。ちょっと右曲がります。この右がそのハイバスがあるらしいんですよ。ただこうやってね入れないんですよ。残念。行ってみたいんですよね。歩いても入れるとこじゃございません。カーナビ上で行くとその先にワコールグラウンドってありますね。この先にはペットレーン、左も、集落あるみたいなんで、ちょっととりあえずまっすぐ行ってみます。その先がね、もしもバリケードがないようならばあるよね、この右とかもバリケードあるんですけど、この先にの道がその市営バスのハイバスがあるらしいんだけど、僕も実際その画像見てないですし、視聴者さんからの口で聞いただけの情報なんでね、なんとも言えないんですけど、で Google ストリートビューもこの辺りまで来てはいます。でやっぱまっすぐあれだね、入れないんだよね。ワコールホールディングスのなんか施設らしいですよ。ワコールって下着メーカーのワコールでしょうか。で左はなんか左はなんか球場なのかな。なんかそれも前情報で見た感じではここで終わりますけど、これがペットレーンか。でペットレーンのようですね。ここから先は私有地っぽいんで入りません。
はい、じゃあ右のドンつきまで行ってみますね。時速20キロ走行でと書いてあります。絹球場があるのかな。なんか球場があるそうですね。野球場があるんだ。いっぱい車止まってる。野球やってるわ。リトルリーグのなんかか球場なんかね。でストリートビュー自体もこの辺は入ってきてます。でもうすぐでドンつきかな。なんか渋い雰囲気だね。変な自動車があった。面白い。そしてもう間もなくドンつきか。この辺りで終了ですね。じゃあ例のなんたらってとこ行きましょう。ここ U ターンできんかな。U ターンできるね。こっちは行けない。こっちはやめとこうこっちはなんか周知ポイントやめときましょう。はい、じゃあ脇道から出てまいりまして、噂の比叡平、噂ではないけどすごいんですよ。航空写真で見てもね、もうここだけなんかボーンとなんかもう山の中にもうすごい大造成したようなところです。では左の方比叡平行きましょうね。はい、行きます。だからまあここもう比叡平入りますね。ハイバスこの辺に見当たらないね。どこもないね。残念。こっからが、比叡平のニュータウンになるのかな、に入っていきますね。そうだからギャップがすごいよね。なんか今来るこのアクセス路はね、めちゃめちゃマイナーなアクセス路で来たんですけど、ただそのギャップ、これいきなりね、ちょっとぐるぐると回らせてもらおうかなって。まあなんだかんだこの大津市のねベッドタウンになるのかな。で大津になるのかな、ここでなおかつ、山中越えの下行くと京都側行くとまた京都市街出ますから、ある意味まあ町に近いっちゃ近いんですよね。ただ交通の便はなんかあんまりよろしくないようなことは聞いてますね。やっぱ車がないといけないとこなんでしょうね。ポルシェが止まってたぞ今。さすが金持ちだよ。意外としつらいの良いお宅が多いですね。なんかもともとはなんか別荘地で開発されたとかなんとかって聞いてます。ちょっとごめんなさい、僕そういう情報系じゃないんで不確かな情報かもしれないんでさらりと聞いてください。で分かる方はまたコメントいただければ幸いでございます。今比叡平2丁目あたりは走行中。保育園か。でかいね。すごい人住んでんじゃないのこれね。なんかこうまたいきなり開けていい感じの、なんか山の中にあるとは思えない雰囲気で、今ここが端っこですね。多分この家の向こうなんて景色いいんじゃないかなと思うんですね。おそらく結構いい家だもんね。しつらい。なんかこの辺りまたいい家多いな。琵琶湖を眺めるとこなのかな。ちょっと琵琶湖は見当たらないけど、なんか結構高級車多いぞ。レクサス、
でもこっちは結構なんか景観っていう感じ的には結構多分いい家って感じ。別荘地としてまあ最初考えられたのかどうか知らんけど、そういった意味ではやっぱこっち側がそれに値する場所なんかな。だから結構ロケーションがいいというか、いいとこにがこの辺なんかなと思います。で右に行くと小学校があるね。まさに小学校なんだね。そして県道に出てきます。これがここね、県道になります。そして真正面行くとこれがまたね、奥比叡ドライブウェイやったかな、何やったかな、比叡山ドライブウェイになります。まあいいとこやったね。で県道がこれなんですね。でこちらの下っていくと京都市街に出ていきます。また今比叡平入りますけれども、ちょっとこういうお店とかが少ないから夜は、車両通行禁止。ちょっとここ看板見ましょうか。ようこそ比叡平へ、この地区は信号がありません、団地の中は30キロでお願いしますって書いてあります。いいね。4階建て。おー、結構、はい、小学校ですね。比叡平小学校、比叡平こども園とあります。すごい大きい学校。結局比叡平の方だけの小学校じゃなかろうかと思います。中学校はここにはないそうですけど、ちょっとスクールバスで対応してるそうですね。そしてまあ唯一なのか知らんけど、その商店というか食料品が買えるであろう場所がまもなく出てくると思います。では比叡平から降りてきまして、県道出る途中にこのでここのファミマの大津比叡平店、ここぐらいじゃないかな。要はそのお店というのがね、ここぐらいしかないんやと思いますけども、こういった感じになっております。じゃあラストは、ここなんですけど、まあ昔はこの山中越えドリフトコースでございました。そしてこのファミマもねサークル系やったんでしょうけど、まあ、ドリシャがいっぱい集ってた記憶がございます。なんで俺知ってるのか知らんけどでその頃やっぱこの辺も騒音問題で多分大変やったと思うんですよね。昔そういうなんかもう改造車なんかどうのこうのっていう看板がいっぱい出てたと思うんですよね。で U ターン場所でもあったんかな、どっか。で夜中はもうここに入るなという警告文もあったはずなんだけどね。この右がその比叡平となって、ここから先が、ドリフトのメッカだった山中峠を下っていきましょう。それで終わりましょう。確かにな、ドリフト行けそうな。ここやべえよ。ここの駐車場がギャラリーコーナーやったんですね。今も封鎖されてるんだね。でも今は誰もやってないやら、もうタイヤのブラックマークはもう皆無やし、昔そのドリフト防止のためのセンターラインにキャットアイって反射板デコボコをつけて防止するための対策がしてたんですけども、今はもうないですね。だからもう今はもう全くやってないんでしょうね。でまたラブコがある。さぞやといったわけで比叡平の、こちらの裏道と、そしてこちらの山中越えのご紹介でございました。まあ途中なかなか味わい深いところがありましたけども、そのギャップであのような山の中に、何もない山の中、本当に山を切り崩して谷を埋めた真っ平らな比叡平ができたっていうのもなんかすごいギャップがあって面白かったでございます。はい、ということで、161号線に戻ってまいりましたということで、今回これまででございます。ありがとうございました。バイバイ。